ほら入らない。やっぱり言ってきてのスティーブです。もう綺麗にしたからこそドライブしたくなったんだよね。ドライブに来たんですよ、今日の朝一ね、行ってきたんで、それ、カメラは回してないんだけど、もう調子いいですよ。エンジンの調子はいいし、よく走るんだけれども、いくつか細かいところがいくつかあるんだけど、ドライブの途中でクラッチがどんどんもう入れなくなったんだよね。やっぱり思った通り、クラッチのマスターとそのスレーブの方もやっぱり前からね調子悪いなって。あーちゃんがほらこの前はかけた時もギアに入れなくて、なんとか調整できてもう 2,3 回も乗れたんだけど、ダメですね、ダメです。今日はクラッチのマスターとスレーブの交換をやってみます。初めてその作業を自分でやりますが、そんなに難しくはない。言わない方がいいよね。言わない方がいいよね。でも一応交換してみたいと思うんで、パーツは前に買ってあります。物を買ったんです。これとこれは以前 Amazon で安いですよ。安いですよ。Z のパーツはアメリカにいくらでもあるんで、2つ合わせてもいくらなんだろうね。40ドル、4000、もう300円、400円。これは車に入ってる純正なのかどうかは分かんないんだけど、おそらく変えられた時もあるんだろうと思うんだけど、よく考えてみると変えたんだよな。スレーブの方だけは新品にも見えるしさ、確かに変えたと思うんだけど、上だけを変えてないので、先にマスターの方を変えましょう。毎回言うんだけど、このスロープは非常に便利なレースランプと言いますね。日本にもあると思いますよ。チェックして。尺単車にもすごい楽です。この液体をちょっと取りたいんだよね。干したい。中身はブレーキフルードだよね。ブレーキの用のフルードなんで、非常にペンキにはよろしくないものです。ペンキに当たるとペンキが剥がれるので、下にタオルなどを、敷いた方がいいと思いますね。先にこのクラッチのマスターにある液体をこのスポイトでこれ取りましょう。こういう風に取って、でこの中に入れておきます。ほぼ空なんで、これからこちらの方の10ミリを取っておきます。で下にタオルがあるんで、万が一少し漏れたとしてもペンキに影響がないように。英語だったらこれはフレアナットレンチ、もしくはラインレンチという、呼ばれてます。これはこういうところに使うものですね。なぜかというと、これ柔らかいんですよね、こういうのはね。でこういう特製のレンチじゃないとストリップする、丸くなる可能性が高いので、普通のレンチすると、もしこういうのがなかったら仕方ない場合もあるんだけど、本当に気をつけてこう取っておかないと。でちょっとこうグッと簡単に取れましたね。嘘、さっき、回す前にしときましたね。でも簡単に取れて、意外とグッというグッとっていう感じの力を入れないと取れないですね。英語だったらこういう種類はね、ニードルノーズプライヤーと言います。日本語だったらどうでしょう、教えてください。ここにピンがあるんで、そのピンを取ります。ピンよりもクリップでしたね。クリップがピンの先にこのクリップみたいなのがあって、このピンです。でこのピンがもう取って、クリップとピンを取ると、前のボルト、ファイアウォールにあるボルト2つ。ボルトは中から来るものですよね。で取ったから、あれやっぱり古いんだよね。くっついてたんだよね、ペンキで。漏れてたんじゃないのかな。やっぱり中が悪くなって、この辺が錆びてるから、そうなのかな。気になりますね。ここまでそのラインが来たとしても、心配なのは今度またこのシャフトですね。ここは同じ長さになれば問題ないんだよね。これグッと回して長めに同じぐらいに調整したいんだよね。いい感じだったので、問題なさそうじゃないですかね。これとこれの違いだけ長さに調整できたので、
これで一回ちょっと入れてみたいな、合わせてみたいなと思います。特にこのラインの方、フルードが行くラインの方が合うか合わないかということですね。今軽く合わせてみました。もう問題なく、こう余裕が少しあるものなので、問題なくここに、届きます。入れる前に、こう多分やる人とやらない人もいるんだろうと思うんだけど、これ英語だったらブリーディングと言いますね。エアを抜かすことですね。ベンチブリードって入れる前にベンチでこうやる人もいるんですが、私の場合はこう入れて、で、スレーブの方から、奴隷の方からエアを抜かせてこう行く。一人じゃないし、手伝ってくれる人もいるので、液体なしではこう入れておきます。オーバースプレー嫌いな人いませんか？見て。フードケーブル、オーバースプレーだらけ。そしてこの下に、このラインもオーバースプレーだらけ。このホースも汚いんで、もう土星ならっていうことで、見てこれ。オーバースプレーだらけですね。あっちこっち全部オーバースプレーです。やだな。ちょっときれいにしましょう。あと、わけのわかんない配線も出てきたりするんだよね。これはなんだ？わかんないな。古いからこそいろいろあったんで、あとこの間まで排ガスとかあの辺のチョークも関係ないし、これは何だったんだろうね。何かのアクセサリーものだったのか、昔、ちょっと考えたいと思いますね。何なんでしょう。すっきりしましたね。このホースはきれいにしたのと、この辺りにあった、オレンジは完全に取れないんだけど、このケーブルにあったオレンジはある程度、隠すことできた。新しいマスターを入れることもできた。そして、ダッシュの下も、ここも OK ですね。次、液体を入れて、で、下から、空気を抜かせます。アメリカだとプレストンというフルードが、人気ですね。これを入れときます。こぼれないように、こうしておきます。もう入れたんで、これからエアを下から、抜かせます。手伝ってもらわないと。ちょっと一人ではやる方法もあるんだけど、二人の方が楽ですね。見えますかね？ホースの上にバルブみたいなのがありますよね。そこから液体が出てきますね。とにかくそこからエアを抜かせます。エアを3、4回抜かして、何回 5、6回かな？ピシッて結構出てきたんで、ごめんなさい。その間ちょっと撮影が難しかったんで、これを満タンにして、で、今から実際にエンジンをかけて、クラッチはどの感じなのか。ひょっとしたら、この前、ほら、マスターが多分ダメになってきてるんじゃないかっていう時に、下を調整したんじゃない？そのスレーブの方は。その今、不調整になってる可能性もありますね。ペダルは非常に軽い感じですが、どうでしょうね。これで。ギアに入るかどうかということですね。軽い感じです。ペダルが入らないな。まだ下の方の調整がダメですね。これは入らないですね。止まった状態でエンジンかかったら多分やっぱり下の方の調整が必要ですね。スレーブの方、やっぱりその奴隷の方の下の方、ミッションについてる方のは以前多分マスターがダメになって、そこで調整が精一杯調整したんだよね。効くように。それはどんどん弱くなってきて、もう効かなくなったと。で、今かけたらそのままの調整だったのでギアが全く入らなかったんだけど、また逆の方にこう戻してみたところ、やっといい感じに。ペダルがさっきはね、いいというか軽いなと思って、そんなもんかなと思ったんだけど、やっぱりこれが正しい感じで、エンジンかける。今見て、さっき全然入らなかったので、今はねスムーズですね。それぞれのギアにスムーズに入ります。入るようになった。で、あとペダルの調整。ペダルは見てください。今
から俺は低い好きだけど気持ちこれ低すぎるのかな。だからもうちょっと調整しようかなと思ってもう一度やってみようか。でもう気持ち俺がね下派っていうのかな、クラッチの好きな下の方が好きだけどギリギリだったらこれはもしかしたらちょっと下すぎ、気持ちだけね上げましょうか。今ちょっともうちょっと回したんでどんな感じでしょう。あ、反対だ。さらに低くなったんだよね。ほらちょっと反対でしたね。戻してきますさてどうでしょう。入りにくくなったんだよね、ここだったら。いい感じになってると思います。おー、ギアほらすごいスムーズです。スムーズに入ってすごくいい感じです。で今下なんだけどそんなに無理な下、すごくいいところです。ここハッピーな音ですね。もう出てもハッピーじゃないですか。オーナーさんもハッピーです。 DIY は成功すると嬉しいですね。一周してこようかね。調整が必要になってくるかわかんないけどほら入らない、もう入らない。入ったの先すごくいい感じに。セカンドに入りたくなかったんだよ今。セカンドはなぜだろう。ファーストがちょっと硬くなった。硬いね。まだスレイブの方もダメかな。サードはスムーズ、フォースはめちゃくちゃスムーズですね。フィフスはもういいね。ダウンシフトはフォースは OK、 サードも OK。 セカンド、おー、セカンドは硬いね。まだなんでだろう。もうちょっと調整が必要かな。でセカンドはセカンドに入った。サードはとってもスムーズ。スレーブも変えた方がいいかな。サードはいいのになんでセカンドはあれ何なのかな。入った。でもエンジンとミッション合わせなかったら入らなかったもんね。ちなみに今これは調整するんだけど調子いいでしょ。この車だいぶエンジンの音とかは良くなったんだよね。すごくいい感じに なってきたよ。全然前と違う力がある。すごくスムーズに走る。音もいいしね、ダウンシフトの音もバックプレッシャーがセカンドに入れられない。ファーストギアはもうちょっと硬くなったんでね、先より。だから調整はもう少し頑張ってみます。成功と言えるかな、この DIY は。まだ中途半端の DIY になっちゃったかな。調整します。これでもやっぱりスレーブの方も変えた方がいいかもしれないね。とりあえずまあ楽しいよね。何でも自分でやってみてどうしてもダメな場合ジノがいるからね。まあ中途半端で終わるんだけど一応朝よりせっかく入ったうまくいった DIY なのかな。また報告します。ではよろしくね。カムズアップ。